これでわかるジャン・フランソワ・ミレー。19世紀バルビゾン派の画家。ミレー神話という言葉があります。道徳的で信仰深く、清貧で農民として生きた画家というもの。これは彼の支援者であり友人であったアルフレッド三世の伝記から生まれたもので、どうもこの伝記では少し誇張されてミレー像が作り上げられていたりもするのですが、ミレーの絵画とそのイメージがぴったり重なっていて、また農民たちの労働の美しさの表現などは間違いなくミレーが昔から感じていたものが現れているように思います。ミレーの言葉と一緒にこの絵画をご覧ください。辛い生活の中にも楽しさがあるような、そんな幸福な場所を描こうとした。1月のすがすがしい空気と美しい一日を。さて、どんな画家だったのか、絵画解説を交えながらミレーの生涯をお話ししていきます。1814年、ノルマンディー地方のグレビル村の農家に生まれる。農家の中で格式の高い家柄だったようです。農作業を手伝いながら絵を描いていました。19歳の時、シェルブールへ赴き絵の指導を受けます。この町で彼の作品が評判になりました。23歳の時、シェルブール市から400フラン、県から600フランの奨学金が給与され、パリに行きます。これは1年分なのですが、物価の高いパリで生活していくには十分ではない額だったようです。ただ、パリに行くのは画家になるためには避けては通れない道でした。エコール・デ・ボザールに入学。歴史画家ポール・ドラローシュのアトリエに入って学びます。そこでミレーはローマ留学賞を得るためにアカデミーで受けのいい決まりきった様式に従って制作しました。ここで認められるためには暗くて堅苦しい色彩を用いる必要があったことを知っていたからです。ですが自分の好みではない絵を描いたにもかかわらずドラローシュには推薦してもらえずエコール・デ・ボザールを中退。その後は独学で絵を描き続けます。26歳の時、サロンにルフラン氏の肖像が入選。この時、シェルブールに戻ります。27歳の時、ポーリーヌと結婚。ですが、3年後、ポーリーヌは結核にかかり亡くなってしまいました。31歳の時、家政婦のカトリーヌと交際を始め、一緒にパリへ移ります。カトリーヌは貧しい農家の出身で、格式高いミレーの祖母や母は彼女との交際に大反対でした。そのためこの時はまだ結婚していません。ミレーは生活のためにヌードもたくさん描きました。ある日若者2人が話しているのを聞いてしまいます。1人がこの絵の画家を知ってるかと聞くと、裸の女しか描かないミレーという画家だと答えたとか。それを聞いたミレーは生活は苦しくなろうが二度とヌードを描くまい、自由に心に思うものだけを描こうと決意し、妻にそのことを伝えています。実際にはその後にも少し描いていますが。32歳の時、第一子マリー誕生。ここからたくさんの子供を持ち、なんと全員で9人生まれます。翌年、後の後援者となるアルフレッド三世と出会う。画家ではオノレ・ドーミエ、テオドール・ルソー、シャルル・ジャックと知り合い交友を深めます。その中でも特にルソーとは大親友になります。またこの頃サロンで好評を博し批評家に注目されるようになります。1848年34歳の時、身を振るう人が新政府の買い上げとなる。この時2月革命によりブルジョアたちへの労働者・農民の革命があったこともあり、政府にも農民の絵などが求められるようになっていました。革命の原動力となった農民が赤、青、白の共和国のシンボルであるトリコロールカラーの服を着ているというところが気に入られたという説もあります。ミレーはそれを意識して描いたのでしょうか。35歳の時、パリでコレラが流行します。ミレーは家族と共にパリを去り、バルビゾンに移住しました。1850年36歳の時、作品と引き換えに画材や金銭を得るという契約をサンシエと結びます。この時サロンに種をまく人を出品し、話題を得ます。この絵は画家の政治的な発信と受け取る人も多かったとか、例えば、マ
まるで空に散弾をばらまいて労働者の悲惨な状態に抗議しているとか。この農具に何を映しているかはミレー自身は語っていません。ちなみに実際にまいているのはソバの実だそうです。この場所はバルビゾンではなく故郷のノルマンディー地方。ソバは土壌が痩せていても育つ飢饉に強い雑穀。おそらくサロン店に来ているパリジャンたちは食べていないでしょう。穀物を空中で高く振るい堂々とした姿。農民の絵は他にもありますが、ここまで迫力のある作品は珍しいものでした。37歳の時、祖母が死去。ですが旅費の工面がつかず、またカトリーヌや子供たちのことを隠していたこともあり帰郷できませんでした。1853年39歳、カリーレビトたちの休息などをサロンに出品、二等賞を受賞。この時母が亡くなります。反対する人もいなくなり、カトリーヌと結婚。40歳の時、フランスに住む外国人を中心に顧客を持つようになり、経済状態が上向いていきます。41歳の時、第1回パリ万博開催、接ぎ木をする農夫が入選。1863年49歳の時、サロンに出品したクワに寄りかかる人が酷評されます。重労働にあえぐ農民の姿は見ている人をも辛くさせたのでしょうか。確かに普段ミレーは労働者の姿を描くときあまり表情を描きませんが、この作品には労働のきつさがうかがえる表情が描かれています。この年9番目の末っ子マリアンヌが誕生。53歳の時、親友のテオドール・ルソーが死去。2人はバルビゾンで一緒に絵を描き交友を深めていました。ミレーより先に絵が売れるようになっていたルソーは別名でミレーの絵をこっそり買い、ミレーのプライドを傷つけることなしに援助していたこともあります。こちらの絵をご覧ください。春。ルソーを亡くした後にミレーが描いた亡き親友への追悼の作品。ここに3羽の白い鳥たちがいます。鳥は死者の魂を運ぶもの。また3という数字はキリスト教にとって聖なる数字。バルビゾン派の人たちが好んだルプソワールという手法を用いて、画面手前を暗くして奥に明るいものを置き、奥行きを出しています。ここは生前のルソーと一緒に散歩を楽しんだ場所。通り雨が過ぎて暗雲の間から光が差し込む神秘的で幻想的な作品。もしかしてここにいるのはルソーでしょうか。置いてけぼりにされたミレーでしょうか。1870年56歳の時、サロンの審査員に選ばれる。同じ年、不仏戦争勃発。戦火を逃れるために8月に一家でシェルブールへ疎開。1875年60歳の時、病気によりこの世を去る。親友ルソーの隣に埋葬されました。こちらの作品はミレーの晩年に描かれたものです。幼少期に見たことのある光景を描いたそうです。こちらの絵をご覧ください。落ち穂拾い。3人の女性が落ち穂を1本ずつ拾い集めています。この行為そのものは旧約聖書ルツ記にあるように、貧しい者が落ち葉を拾っていいということになっていました。地主たちが反対するようになるのですが、条件付きでこの習慣は残っていきます。こちらに地主らしき人がいて、隣にその地主に雇われた小作人がいます。そして最も貧しい農民がこのメインの3人。こちらに拾い集め束ねた穂がありますが、とても少ないことで労働の大変さを表現しているように思えます。ただ彼女たちには同情を引くような悲しげな表情も不満げな仕草もありません。おそらく当たり前に行われる日常を描きたかったのではないでしょうか。続いて晩鐘。ミレーが特に愛した作品です。日暮れ時、農民の男女が晩鐘を聞いています。頭をもたげ、話をやめ、祈りを捧げる。ミレーの言葉です。かつて信仰の熱い祖母が畑仕事をしている時、鐘の音を聞くと必ず私たちの手を止めさせ、祈りを捧げていました。この絵は祖母の思い出をもとに描かれてもいるんですね。ごく平凡な農民を写実的に描き、農民画家と呼ばれたミレー。
彼の絵からは労働の過酷さだけではなく、真摯に働く人の美しさ、また日々の生活から得る温かさを感じます。では最後にミレイの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。